今日は世界最小超極細の油性ボールペンユニのジェットストリームエッジの限定色レッドを購入したので紹介していこうと思います。実際に見てみるとかなりかっこいい色合いで感動しました。自分は赤色と黒色の組み合わせがすごく好きなので、こちらの限定色が出てきてくれたのはすごく嬉しいですし、思わず買ってしまいました。こちらのボールペンは値段が1000円プラス消費税なんですけれども、正直なところ1500円払っても満足できるぐらい高い質感となっています。これだけかっこよくて質感もいいボールペンを1000円で提供できているっていうのは、三菱鉛筆のデザイン力の高さと生産力っていうのが感じられますよね。正直すごくかっこいいので、シャーペンのモデルも出てきてほしいぐらいです。ジェットストリームは油性ボールペンの中でもかなり有名なインクとなっていて、木が使われた多機能ペンなど様々なモデルが登場しております。そんなジェットストリームなんですけれども、最近の細字ブームに合わせて世界で最も細い油性ボールペンを作ろうと誕生したのがこのジェットストリームエッジとなっています。なんとこちらのボールペンの芯径は 0.28mm となっていて、油性ボールペンの中では最も細い芯径となっています。ジェットストリームエッジのペン先はポイントチップといいまして、かなり特徴的な形状となっています。名前の通りエッジの効いた鋭いペン先ですよね。0.5mm のペン先はまっすぐと円錐のような形になっているんですけれども、0.28mm の方はかなり細かい字を書くことを想定しているので、ペン先の視界を良くしようとこのように尖った形状となっていて、機能美とも言えるかっこよさがありますよね。ジェットストリームエッジの限定色は3色登場していまして、今回ご紹介するレッドの他にライトブルーとイエローがラインナップされています。どの色もすごくかっこよくて個性的な色合いですよね。こういうのって限定色じゃなくて新色としてずっと販売していてほしいっていう気持ちがあるんですけれども、限定色にすることで、特別感を出して、それによって買わなければという気持ちにさせてついつい買ってしまうんですよね。そういう賢いマーケティングにつられて買ってしまったんですけれども、しっかりと買ってよかったなと思わせてくれるクオリティでした。実は以前ジェットストリームエッジのシャンパンゴールドの方を購入して開封動画も上げているんですけれども、そちらの色と比べてみてもだいぶ雰囲気が違いますよね。シャンパンゴールドの方が上品で男女どちらも使いやすいような色合いで大人な印象を受けるんですけれども、今回購入したレッドの方はどちらかというと男性向けです。中高生の方とかはかなり刺さる色合いだと思いますし、自分もすごく刺さっております。そんなかっこいいボールペンなんですけれども、デザインについて詳しく見ていきましょう。キャップは回そうとしたらくるくると回ります。ノック式のボールペンとなっていて、ノックのし心地はちょっと独特な感じがしますね。ぬるぬるとした独特な感触なんですけれども、これもまた癖になるなと思いました。こちらのクリップのところなんかはラミのサファリにちょっと似ているような気がします。かなり奇抜なデザインですよね。おそらく作りはかなり簡単にできていると思っていて、イメージとしてはクリップを上から差し込んでいるだけのような気もするので、コスト自体も抑えられているかなと思います。カフェコスペシャルの別売りのクリップなんかはこのクリップだけで800円もしてしまうので、そう考えるとかなりコストを抑えて作られているんだなという印象を受けました。直方体の形状をした箱のようなものがクリップを中でしっかりと固定してくれているので、自力ではクリップの取り外しは不可能かなと思っています。クリップの可動範囲も比較的広めで、六角形の軸に食い込むように留めてくれているので、挟む力は問題なくあります。ただクリップを留めた時にペンの上部が結構出っ張ってしまうので、筆箱だったり手帳はもしかしたら使えないものがあるかなと思うので、そこは注意していただきたいなと思います。あと食い込む力が結構強いので、止めた後に結構跡ができてしまうのもちょっと注意していただきたいなと思います。六角形の軸に円のグリップとなっています。どうしても六角形のグリップだと握った時に違和感があるっていう方も多くいらっしゃるので、そういう方にも配慮された設計となっています。ただ個人的に少し気になったのが、横方向ではなくて縦方向に溝が入っているので、グリップ力は正直あんまりないかなと思います。塗装などでツルツルと滑るというわけではないんですけれども、結構スベスベとした触り心地なので、長い間使っていくと滑りやすくなってしまうかなと思います。軸の素材は ABS 樹脂でできているので、軸単体だとかなり軽く感じます。グリップと先端の口金はずっしりとした真鍮が使われているので、そのおかげで低重心になっていて書きやすさにも考慮したボールペンとなっています。
ボールペンのリフィルは返芯が1本200円もしてしまうんですけれども、そもそも 0.28mm の油性ボールペンはインクが減らないと思うので、1本買えば比較的長く使っていけるんじゃないかなと思います。実はこちらのボールペンのリフィルなんですけれども、他の新型のジェットストリームインクとも互換性があります。自分が持っているジェットストリーム 4&1 という多機能ペンの 0.5mm のインクと全く同じ形状になっているので、ジェットストリームエッジのデザインはすごく好きなんだけど 0.28mm のインクは細すぎて買うのに迷っているという方でも安心して使えると思います。かっこいい軸で自分の好きな太さやインクの色で書くことができるので、これはかなりありがたいかなというふうに思いました。ちなみに 0.5mm の返芯は1本あたり80円となっているので、200円の 0.28mm のリフィルはかなり開発に時間がかかったんだなっていうのを想像できますよね。水性ボールペンだともう少しだけ細い 0.25mm のパイロットのハイテク C インクとか他にも色々とあるんですけれども、インクが浸透しづらい油性インクで 0.28mm にできているっていうのは本当にすごいことだなと思います。やっぱり持ってみても赤と黒の組み合わせは結構存在感を感じますよね。勉強のモチベーションとかが上がるんじゃないかなと思います。癖になる滑らかな書き味というのがジェットストリームのキャッチフレーズなんですけれども、ジェットストリームエッジはかなり細いペン先が使われているので、滑らかというよりかはカリカリとした書き味だなという印象を受けました。ボールペンではないんですけれども、ペンテルのオレンズネロに似た書き味だなと思います。こちらのジェットストリームエッジのボールペンはかなり好みの分かれるインクとなっていて、すごくかすれてしまうという意見が多いんですよね。かすれの原因は机のザラザラ具合だったり紙質とかいろいろとあると思うんですけれども、個人的に改善策としては下敷きを下に引いてペンを立てて書くのがいいんじゃないかなと思います。軸は ABS 樹脂で、グリップは真鍮が使われているので低重心設計となっていて、かなり実用的なボールペンとなっています。個人的にはペンテルのオレンズネロとすごく相性がいいと思っていて、どちらもかなり細かい字を書きますし、書きやすくてかっこいいデザインなので、この2本を使って授業中にノートを取ったりしていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。先ほどもお伝えしたんですけれども、 0.5mm の赤色のインクとかも入れることができるので、赤色の軸に合わせて丸付けペンとして使っていくのも結構面白いですよね。他にも青だったり緑もインクがあるので、お好きなインクを使うことができます。どうしても細いインクなのでカリカリとした書き味で、滑らかな書き心地を求めている方にはもう少し太い神経の方がおすすめできますが、重心バランスはかなり考えられていて書きやすいですし、デザインもすごくよくできていると思うので、細かい字を書きたいという方には非常におすすめできるボールペンでございます。限定色の発売が今年の6月頃なので、ちょっと紹介するのに時間が経ってしまったんですけれども、自分が購入したお店ではまだ普通に販売されていました。Amazon では少し高いんですけれども販売されていたので、もしよければ概要欄にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。